ユナイテッドペンギンキングダム。地道に都市開発してたら意図せず集落レベルがプロバンスに昇格した我らのペンギン。でもウートの祭りに参加したりと調子に乗ってたら集落レベルが都市に降格。都市を発展させ頑張ってプロバンスに帰り咲くぞー。あ、コメント欄にプロバンスじゃなくてプロビンスだって書いてありましたよ。プロビンスが州で、プロバンスはフランスの都市の地名だ。ついつい故郷のフランスと勘違いしちゃったよ。嘘でごまかすんじゃねえよ。さあせーん。ではまずは研究アンロックしたかったのにポイント足りなくて涙したのでサイエンスハブを増築。金属解放前に降格したのは痛恨の失敗。で今までちゃんと確認してなかった評判の項目を考察。幸福教育が1ポイントで評判10、合計評判1000くらい獲得できてるな。左の項目の合計が1500だから、その大半を占めてるからかなりでかい。でもすでに教育は 74% だし、仮に 100% にしても評判260にしかならないのが辛いところ。そうなると他の項目も少しずつでも上げてくのが良さそうだな。どちらかっていうと真ん中の一時的に上がる評価ポイントの方が、合計2454と高いから、こっちを狙ってく方がプロビンス昇格への道は近いかな？シャチ倒すと1年間つくボーナスとか、探索のボーナスをうまく重ねるのが良さそうだな。あと王様に資源をねだりでペナルティマイナス300が辛い。王様にたかるのはもう卒業しろよ。資源といえば降格前にストーンエクストラクターをアンロックしてたので、こちらを増築。これで王様に石もらわなくてももう平気。研究は探検ポイント1をアンロック。そういやまだ都市の研究もちょい残ってたな。お次は手つかずだった右上の島の開発に着手。ギリシャの両方島の防衛範囲にドック建設。トレードセンターでの購入オプションを開放。だが買い物する金はない。てか購入じゃなくて販売が欲しかった。プロビンス昇格までお待ちください。もうゴールドが尽きて、何も建てれないよ。と言いながら道路を敷いて所持金をゼロにするアホ。年間支援金が届きました。ありがとう王様。王様に頼らんとマジ開発進まんぜ。さて王様にもらったお金で、魚を保管するためウェアハウスを建てましょ。なお、魚が保管できるのはウェアハウスではなく食品貯蔵です。おい。ただいまペンギンの幸福度を上げるには何をするべきか調べるため観察中。もりもり欲求が減ってって、何か満たす頃には別の何かがなくなる感じ。燃費悪し。ぶっちゃけようわからんな。とりあえずこの低い公共を上げてみようかな。つか公共ってどうやって上げんだ？よく見たら市役所で3、ビレッジホールで2、公共福祉が上がる模様。しょぼ？でも大人と子供両方上がるから、合わせて評判が10上がるのだー。それでもしょぼいじゃねえか。研究ポイントがだだ余りなので、残り全部開放しちゃいましょ。星魚ステーション、ストーンハウス、ファイトクラブをアンロックだぜ。隙間があったのでストーンランプを設置。それ家の周囲に置かないと意味なくねえか？気持ちの問題です。資源の無駄遣いすな。お次はストーンハウスを建設。8はすねて交尾率が高にアップ。休憩速度も 150% で幸福度も3に上昇。コペンギンが増えるのは嬉しいぜ。そういえば残りのゴールドの量も影響するんだよね。さっきゼロまで使い込んじまったけど、貯蓄しまくって評判上げるのもありだな。でも1万ゴールドで評判1000だし、ゴールドだけで評判上げるのは修羅の道。まあ年次報告前は使い込まないように気をつけるよ。年次報告です。今年は考察に力入れて温存してたので、3位下落の10位でございます。あと1000くらい稼がないとプロビンスに戻れんな。年間目標すべて未達。アミューズメントバッジは映画館が開放できず、評判4175もできるなら世話ねえよ。評判は500近く下がってるけど大人10は子供5は増えました。評価は悪いが国力はちょい上がったぜ。それでは8年目も張り切って頑張るどうを追ってまた年間目標アミューズメントバッジ。映画館が開放できない上に、56話しかいないのに来場者200は無理すぎ。ペンギンの志は空より高し。まずはタスクが来たので星魚ステーションを建設。星魚を食べると幸福度が4アップ。ちなみに今主食のオキアミは1である。デッドスペースに柿を設置。ないよりかは増し程度の幸福1アップ。お気に入りだった海辺のカフェを左の島に建て直して、空き地に釣り場を建設。魚の幸福度は2だけど、オキアミよりかはマシだな。ホームレスコペンギンがいたのでキッズハウスを建てましたてましー。ストーンハウスで大人ペンギンがちょめちょめした結果。星魚の生産が遅いぞー。一体何をしてるんだ。ってこれウェアハウスやないかーい。1年ほどかかって食品貯蔵と間違えてたことに気づいた瞬間である。糸かなし。
王様からの年間支援金をゲット。しかし金がなくて開発が進まん。貯蓄しないと評判も低いままだし困りものだよ。でも50ゴールド使ってこちらにもストーンハウスを建設。こっちの島民通勤がきついんだよな。お次はファイトクラブ建設のタスクが来たのでこちらに着手。適当に右の島にホイット。ファイトクラブ、パンチングバッグを使ったストレス発散の場、訪問の度に4幸福度が上がる。お、アザラシの襲撃か、こいつらも相変わらず来てるんだよな。新たに作った食品貯蔵にも来ております。害獣マシマシ。余裕できたらこっちも防衛考えなきゃ。これ被害は少ないがイラッとするもんな。なんとなく探索のマップを解除。未知の地域で新たな技術が見つかるといいな。年次報告です。今年は去年と変動なく注意、節約に注力して地盤を強化。サボってるかと思ったが節約だったのな。目標も堂々の全未達。ダメな方で堂々とすな。でも幸福度のやつはもうちょいでいけそうだな。250ゴールドほど貯蓄し、評判も70の微妙上昇。大人ペンギン5羽の子ペンギンも3羽増えたし、節約中ではあったが少し発展したな。節約して余裕もできた。今年はプロビンス復活に向けて活動するぞー。9年目、スタートだぜ。そうそうプロビンスに返り咲く前に、この研究開放しときたい。それを開放するにはナレッジバッジが必要です。ふむふむ、高校をあともう1棟建てればいいだけみたい。無理ゲーのアミューズメントバッジに気を取られて、気づかなかったがこれ解除で評判も80上がるな。はい、ここ高校建てるから立ち退いてー。空きのあるストーンハウスに強制引っ越し。では端っこに寄せて高校建設。下の高校とのズレが気になる。評判上げるために探検者を派遣、王様の住まう氷の野望に出発。ペンギンの野望、申請。こらこら。目的地に到着しました。結果は1年間評判119アップ。スノーブロックメーカーの生産性5アップも解除。ボーナスでペンギンも4羽追加。食品貯蔵あるんだしせっかくなので釣り場を増築。余った魚は物々交換とかでもいいな。アザラシ今年もめっちゃ来たー。なるべく倒せ、奴らの毛皮は1ゴールドだ。シャチも来たー。はい、討伐で評価360アップ。冒険者よ、評判のために旅に出るのだー。他者からの賞賛、それこそが真の財宝。そして見事125の評判アップに成功。しかもバンガローのアンロックもした大成果。これは嬉しい。右の島の食事事情が微妙だったので出店を建設。威嚇 A か。タスクも地道にこなして評判ゲット。そして季節は12月、ただいまの評価は3660。プロビンス復帰には4000は欲しいところだ。もう一声って感じだぜ。もちっと幸福度上げないと厳しいかなと思い、ストーンハウスを、建てまし今回のプロビンス復帰はちと厳しいか？いや私はまだ諦めてはいない。みんな力を貸してくれハドルアップだただいま全てのペンギンがよちよち歩きで集結中。少々お待ちくださいませ。島の端っこに建てたの失敗だったかも。みんなが集まるのに時間かかる。まあペンギンだし仕方ねえよ。うおー、ハドルアップ。我らの魂の叫び、大海原に響き渡れー。見事な叫びだ。評判向上確実だぜ。はいみんなはけてー。そして我らの魂の叫びにより、集落レベルがプロビンスに昇格しました。よっしゃー、プロビンスに、復活だおかえりプロビンス。年次報告です。我らがポリマー王国、堂々の4位入賞。ギリギリ6位かと思ったら結構な好成績。でも年間目標はまた未達。ペンギンの志高すぎ。幸福と教育が微減したけど評価は900の大幅増加。地道な探検とタスクの達成の積み重ねが効いたな。大人ペンギンも14は増えたし順調。本当はこの1年はお試しで、翌年ペンギンドナドナして評価稼ぐつもりだったのは秘密の話。お前。では節目の10年目、プロビンス復活でさらなる発展を目指すぞー。おー。では3年間でたまりにたまった科学ポイント、約2万を使ってアンロックしつつ今回はここまで。プロビンス復活おめでとうと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。一気に研究をアンロックして建てれるものがいっぱい増えたペンギンたち。果たして次回はどんな建物を建てていくのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。